皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年8月2日に熊本 B9V1 で開催されましたバンドメイドツアー2025の11公演目、セカンドラウンドの3公演目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。前回の動画が長くなりすぎたので少し反省して短くしようと思って曲のところを短めにしたりしてなんとか普通の時間に戻したいと頑張りましたが MC が面白すぎてやっぱりダメでした。ということでご視聴いただく場合は適当に気になるところだけ見ていただければと思います。ということでレポートさせていただきます。一昨年の10thアニバーサリーツアーの時の熊本お給仕は仕事で帰宅できずでしたので、私的には今回が初の熊本でのお給仕帰宅となりますし、なんといっても久保田さんの地元ということで特別な演出があるのかないのかとかも含めてめちゃくちゃ楽しみにしていました。今回はどうしても金曜日に休みが取れなかったこともあり当日移動です。早朝に自宅を出発し、関西国際空港からまずは福岡空港までいつものピーチで向かいまして、博多駅から九州新幹線で熊本まで向かう形にしました。お気に入りのピーチに熊本空港便がなかったのでこんなことしてしまいました。昼食は乗り継ぎの時間があまりなかったので、博多駅で全然九州とは関係ない感じでカレーを食べたのですが、なかなかに美味しかったので満足しました。それで私的に初の博多伊勢の新幹線に乗って昼過ぎに熊本駅に着きまして、路面電車で会場がある熊本城方面に向かいます。乗った路面電車の製造年が私が生まれるよりはるか前だったのにびっくりしながら、通り町筋という停留所で降りて会場へ向かいます。思ったより都会で驚きました。14時過ぎくらいに会場に着いたのですが、すでに100人くらい物販待ち行列ができていましたので、そのまま並びます。インスタに上がっていたご当地 BB シャツは黒でしたね。モデルはやっぱり小鳩さんでした。熊本ということで来る途中にもいっぱい見かけたあれなんでしょうね。ということでご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果は完全にいつも通りな感じに戻りました。でも熊本で小鳩さんの実写トレカが当たったということでよしとしました。ちなみにご当地 BB シャツは売り切れたようです。欲しい方は早めに買うことをお勧めします。物販買ったので会場近くに取ったホテルにチェックインして荷物を置いてご当地 BB シャツに着替えて再度会場へ向かいます。夕方なのにめちゃくちゃ暑いです。この日は日の国祭りが会場近くで開催されるということで人出がすごかったですね。今回の私のチケットは A218 番と前回札幌に引き続きいつもの良くも悪くもない感じですが、熊本 B9V1 のキャパは600人と小さめのライブハウスですので、チケットが当たっただけでもラッキーですし、まあどこにいてもメイドさんたちを身近に感じられるのではと期待します。会場に入ると10列くらい埋まっている感じでしたが、ここの会場はいくつか段があって後ろからも見やすくなっているフロアでしたので、後ろ目に立っている方も結構いらっしゃいました。ステージは1列20人くらいと少し狭めで、ステージの高さは50センチくらいと低めでした。お嬢様エリアは下手美沙3枚でした。それで今回もど真ん中やや上手寄りのさえちゃん正面の10列目くらいに位置取りました。一つ目の段の上ですので見やすい感じです。でも少し経つとスタッフの方から人が入りきらないので前に詰めてほしいと言われまして、段の下に降りて位置調整していると逆にやや下手寄り小本さん真正面くらいの8列目くらいになりました。前の人で少し見にくい感じになりましたが、ステージに近づけたのでよしとします。ちなみにこの日はバックドロップは珍しく何もなしでしたね。それで客入れに少し時間がかかったからか、17時30分の定刻をほんの少し過ぎたところで BGM が止んでフロアの照明が落とされて大声援と手拍子がフロアに響きます。 SE が流れてきて歓声と手拍子がさらに大きくなって、いつも通り下手からあーちゃんを先頭にみんちょみささん小本さんさいちゃんがステージに入ってきて、フロアからさらに大歓声が上がります。今更ですがあーちゃんの元気いっぱいな感じのステージ入りはこっちも楽しくなります。それでメイドさんたちが配置について SE が止んでフロアは一瞬の静寂と緊張感に包まれます。静寂を破る1曲目はやっぱり禅でした。さえちゃんにスポットライトが当たる感じで始まってイントロで待ってましたのちゃんとになります。狭い会場だからか会場にものすごい声が響きます。私の周りは海外お召し様がいっぱいおられる感じでして一緒に歌われているのですが完璧な日本語でびっくりしました。それで今回は小本さんの正面になったこともあって小本さんに注目してたらサビ前の小本さんのコーラスがよく聞こえてなぜか印象的でした。あとは手拍子したり腕を振り回したりちゃんとしたりしながら心と体を給仕仕様にチューニングしてアドレナリンが放出されるのを感じながら楽しみます。ミンチョのギターソロはやっぱり上手の立ち台でスポットライトを浴びて弾いてくれる感じでした。
ギターソロ後のラッサビ冒頭のあーちゃんのドラムフィルは何回見て聴いても痺れますし、ミサさんのベースもものすごいドライブ感です。アウトロでサイちゃんと小鳩さんのうーを見て聴きながら思いっきりちゃんとして曲終わりです。会場から大歓声と拍手と周りにたくさんおられた外人さんのイエーイみたいな声が響き渡りました。続く2曲がアンディッシュですね。イントロでみんな笑顔で前に出てきてくれるところが本当に盛り上がります。当然ちゃんとも全力ですし、会場も声がバッチリ出て盛り上がってました。サビのだんだんディディだんだんもバッチリ声出てましたし、続く感想でのちゃんともめちゃくちゃ盛り上がっていていい感じでした。やっぱり小さい箱でのお給仕は盛り上がりが野生的というか、これぞライブハウス感がさらに感じられていいですね。1メロ終わりくらいだったか、ミンチョがあーちゃんの方に OK みたいなポーズしていたと思うのですが、何か調整していたんでしょうか。こういうちょっとしたことを見つけるのもなんか好きなんです。それで2メロに入って小本さんがいろいろポーズをするのも可愛くて私的に大好きなところです。メイドさんたちが楽しそうにしているからこそこっちも楽しくなるという最高の感覚です。この曲ではヘドバンもしてしまいますので、ますます気分は上がってきます。落ちメロの手拍子からサイちゃんのロングトーンにかぶせてのミンチのギターソロへのつなぎは本当に盛り上がりますし、フロアからの歓声とちゃんともすごかったです。ソロ終わりでラッサビに入ってアウトロでサイちゃんに思いっきり煽られながらちゃんとして、最後だんだんディディだんだん叫んで曲終わりです。曲終わりでの大歓声と拍手の中、ミンチョのあのリフが流れてきます。3曲目はドミネーションです。サイちゃんの雄たけびは行くぞーでした。でもここでハプニングが起きます。曲始まりと同時に小本さんがギターを弾いてうーららーって歌い出してました。後でわかるのですが、どうも間違えて小本さんだけプロテクト U をやり始めたということでした。しかも小本さんはみんなの方を見てあれみたいな感じになるのですが、結構やり続けてました。で、やっと間違いに気づいて正しい演奏に戻ります。ミンチョとかサイちゃんは笑ってましたね。そんなこともあったからか、ミサさんとミンチョが下手上手のお立ち台に乗って、サイちゃんも真ん中のお立ち台でイントロのちゃんとは煽るのですが、小本さんだけ停止のままでした。確かいつもはサイちゃんと一緒にお立ち台に乗るか足をかけるくらいはするはずなのに、なんか反省している感じでギター弾いてました。会場はちゃんと盛り上がって、サビのハローハローのコール&レスポンスもめちゃくちゃ声出てましたから問題はなかったです。それで2メロの時はやっぱりサイちゃんが歌う後ろでギター3人があーちゃんのところに集まるのですが、小本さんに向けてミンチョがめちゃくちゃ笑っていたように思います。2サビも盛り上がってギターソロ前のヘビーなブリッジになって、ミンチョが真ん中の立ち台に立ってギターソロになりますが、その前のサイちゃんのギターソロを促すポーズがなんか可愛かったです。それで押しメロから声援降伏せよをシンガロングしてラッサビに入ります。ラッサビで最高に盛り上がって D メロから最後はサイちゃんと一緒にハローハロー叫んでアウトロになって、やっぱりサイちゃんはお立ち台でめちゃくちゃ煽ってきますので、狭い会場にちゃんとの声が響き渡ります。かっこいいヤーちゃんのドラムの締めから最後の書き鳴らしになって、会場から大歓声と拍手が沸き起こって曲終わりになります。ここで最初の MC になります。いつもとは違っていろいろあって長めの MC になりました。小本さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽー、小本の地元熊本っぽーでものすごい大歓声が上がります。で、小本さんが目が合わせられないっぽーみたいに言って、本当にごめんっぽー、うーらら言い始めちゃったっぽーとか言い出します。さえちゃんも何やってんだおめえ全然ブレイクになんねえしみたいに言ってましたね。小本さんも自分で全然やめねえしとか言ってました。あーちゃんもみんちゃんも笑ってメンバーで目配せしてたみたいに言ってましたね。小本さんも皆さんもざついたっぽねとか会場に向かって言ってくるので、会場も爆笑になってました。他のみんなが演奏をやめずに続けたのもすごかったですけどね。それでさいちゃんがこれライブアレンジかなと思ったとかいじってきて、会場もさらに笑いに包まれます。小本さんは小本が悪かったっぽー、なんか小本のスイッチがバグったっぽーとか言って、さいちゃんからドミネーションっていう気はあったって聞かれます。で、小本さんは次に飛んじゃったっぽーみたいに言って、さいちゃんからも会場からも次の曲行ったみたいに騒然とします。このレポートを書いているのは福岡球児の後なので、次の曲と間違えたというより翌日の瀬戸りと間違えたのではとも思いましたね。小本さんどんまいですっていうか、こういうのはお球児でしか味わえないので、お球児に帰宅する醍醐味でもありますしね。で、さいちゃんから小本は居残りドミネーションだとか言われて、ミンチョもドミネーションのリフ弾いたりして会場から歓声と笑いが起きてました。
で、小本さんはなかったことにしようと、皆さんこちら見てくださいぽーとか言いながら、両手を前に出して指を立てて、せーので指を倒して、何もなかったっぽねーって言ってきて、会場からもなかったみたいな声が上がります。それで何もなかったということにして、小本さんは、お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様、ようこそ熊本90歩みたいに叫んで、会場は大歓声と笑いで答えます。ということで MC のやり直しみたいになって、久保田さんの熊本に帰ってこれて本当に嬉しく思いますっぽ、大好きな地元熊本で嬉しいことにソールドアウトありがとうございますっぽみたいに言って、またまた大歓声が上がります。後ろ手さえちゃんがミンチョの前髪を直してたのが見えてほのぼのしましたね。あと久保田さんがものすごいぎゅうぎゅうな感じなので、熱中症や水分不足には気をつけるっぽみたいに言ってましたが、両手を外から内側に寄せるようなポーズをしてましたので、多分ステージから見たら真ん中がぎゅうぎゅうな感じだったんでしょうね。実際私もこの時には4列目くらいになってました。まあ途中で前にいた海外お名手様に前に入っていいよみたいに言われたからなんですけどね。それで小畑さんはまだ少し動揺してるのか、今日も素敵なお給仕にしましょうぽーっていうところを噛んでしまって言い直したりしてたので、さえちゃんに頼みますよとか言われてました。で、小畑さんの気を取り直しての素敵な夜にする準備はできてますかぽーに会場から大歓声が上がるのですが、私は素敵にする準備はできてますかぽーと言っていたのを聞き逃しませんでした。でも小畑さんはなんとか落ち着きを取り戻して、最後の締めのそれでは楽しんでいきましょうぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声が上がって次のセクションに入りました。 MC 明けの4曲目は予告通りプロテクト U でした。小畑さんも思う存分ギター弾いてウーララ歌っているところになりました。当然会場も思いっきり笑顔でウーララのシンガロングです。もうなんかアクシデントがあったりするとめちゃくちゃ得した気分になるので、気持ちよく踊りながらプロテクト U を楽しみますが、サビ前のエゴのところを後ろの外人さんが歌うのですが、やっぱりめちゃくちゃ発音が良くて面白かったです。でも以前のレポートでも言ったと思いますが、最前列近くのしかも真ん中なので、ずっと手を挙げて盛り上がってても許される雰囲気があるので、ものすごく楽しいんですよね。超絶私事なのですが、私の若い頃にディスコブームがありまして、周りはみんな通ってた感じなのですが、私は踊りなんかできないと思って全然行かなかったんですね。でも思いっきり年取ってからまさかライブで手を振り上げながら踊るようになるとは、本当に自分でも信じられないです。こんな楽しいことを発見させてくれたバンドメイドに感謝しかないです。ということで思いっきり踊って叫んで、最後のさえちゃんだけのウーララを堪能して曲終わりのかけ鳴らしで大歓声となります。一旦暗くなったステージにさえちゃんだけにオレンジ色っぽいスポットライトが当たって5曲目となるフォービドンテールが始まります。しかし今更ではありますが、同期音源とかはあると思うのですが、基本2本のギターとベースとドラムだけでこの壮大な曲を生で演奏できて、全然音源に劣らないというか、それ以上の迫力と壮大さを感じさせてくれる演奏力ってものすごいと思いますし、さえちゃんと小畑さんのボーカルも同じくです。私がバンドメイドがすごいと思ったのは YouTube ではありましたが、やっぱりライブビデオを見てというのもありますので、本当にものすごいライブバンドだと改めて感じます。このフォービドンテールをお給仕で見て聴ける幸せって体験しないとわからないですよね。特に2メロのジャジーな感じになるところの演奏はものすごいです。そこからミンチョのめちゃくちゃかっこいいクロマティックで下がっていくフレーズからの2サビの入りは最高です。サビ終わりのブレイクで今回の狭い箱でのリアル完成はすごかったですね。それでここからの展開はもう最後まで圧倒されっぱなしというか、ポンコツ感に支配されるというか、とにかくずっと気持ちいいんです。分かってもらえるかどうか分かりませんが、本当に気持ちいいんです。それでラスサビになって、またそこからの展開もやっぱりさらに気持ちよくて、最後のアウトロのチャントで思いっきり盛り上がって曲終わりです。お給仕映えする曲の筆頭曲の一つだと思います。それでミサさんが下手を立ち台に立ってスポットライトを浴びながらめちゃくちゃかっこいい感じでベースを弾き始めます。レードラセッションスタートです。小畑さん、サイちゃん、ミンチョは後ろ向きで多分水分取ってると思うのですが、なぜかこの後ろ姿ショットも私的に好物なんですよね。メイド服の後ろ姿もいいですからね。それであーちゃんにもスポットライトが当たってめちゃくちゃ笑顔のあーちゃんのドラムが加わります。会場もここの乗り方が分かってきたのか、最初はゆっくり聴き入ってミサさんがスラップになってあーちゃんのドラムが激しくなるあたりで手を挙げながら声援も上げて、最後は小畑さんに煽られながらちゃんとになるというのがパターンみたいになってきました。しかしよく考えたら女性のハードロックバンドでメイドラセッションやるってなかなかないんじゃないかなと思います。このリズム隊2人だけで成立させてしまう演奏力と表現力はやっぱりすごいです。今回のレポートはすごいばっかり言ってるような気がします。
それでちゃんと煽っていた小本さんがそのまま前に出てきて、6曲目となるトワエモアの強烈なシャウトをかましてくれます。お給仕後にミサさんとあーちゃんもシャウトしたようなことがポストされてましたが、残念ながら私は気づきませんでした。しかしこのトワエモアのダークでヘビーな感じってバンドメイドの曲の中では他にないというか特別な感じがします。ミンチョのリフトかソロの音階も独特ですし、ミサさんのベースもそうなんですけど、私的にはあーちゃんの狂ったようなドラムがこの曲では本当に大好きです。もちろん小本さんのシャウトにサイちゃんのボーカルがすごいのは当然なんですけどね。とにかくラッサビでのめちゃくちゃ激しいあーちゃんのドラムとミサさんのベースとミンチョのリフと小本さんのシャウトとサイちゃんの危機迫るボーカルを堪能して、最後のアウトロでまた思いっきりシンガロングして曲終わりです。シンガロングの終わりと曲終わりがバッチリ合うのがまた気持ちいいです。続く7曲目は You ですね。サイちゃんが真ん中のお立ち台に立って雄たけびを上げながら思いっきりシンガロングを煽ってきますので、また思いっきり声を出さざるを得ません。それでイントロになって会場はちゃんとに切り替わります。それで1メロに入りますが、この曲も踊りながら聴いてものすごく気持ちよくなります。サビもサイちゃんの歌い方というか、最後短く切るところがたまらなく好きです。それで2メロになりますが、2サビ前の一瞬ブレイクして下がっていくフレーズからサビに入るところは、もう何回聴いてもお給仕で体験しても好きすぎて鳥肌が立つくらいです。それでサビ終わりのギターソロ前のブリッジというか、ミンチョのアルペジオのパートに入って、ウォー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 のシンガロングからミンチョのギターソロに入るところは本当にエモいんですよね。最高です。ソロ終わりで落ちサビになって手拍子で盛り上がって、サイちゃんのアブガラクラッションからラッサビという構成も本当に好きすぎます。それで最後のアウトロでのサイちゃんの煽りはすごかったです。なのでフロアは大声のシンガロングで満たされてました。ここでサイちゃんが真ん中のお立ち台に立ってメドレー開始です。このメドレーではサイちゃんが真ん中のお立ち台で歌ったり煽ったりしてくれるところが多いので、ずっとサイちゃんを近くで見れるのがいいです。それでまずはシークレットマイリップスのイントロですが、サイちゃんは雄たけびを上げながら煽ってきますので、会場は大声のチャントで答えます。B メロからは手拍子ですが、これもサイちゃんは思いっきり煽ってましたね。それでサビに入って会場はちょっとトランス状態みたいな感じになってヘドバンしたりしていました。サビ終わりで感想の最初の1小節だけで終わって、ブルーミングのイントロです。私は気づかなかったのですが、後で前にいたお名手様に確認すると、イントロの時にお立ち台で演奏していたミンチョが、この後すぐソロになるので、ワンペダルを踏むためにお立ち台から降りる時に転んでしまったようです。でもなんとか立ち上がって演奏を続けたみたいです。このことは後の MC で語られます。私的にはそんなことがあったとはわからない状態で、ブルーミングのラッサビから最後の C メロにかぶせてのミンチョの2回目のギターソロも楽しんだと思います。次はリンネです。イントロ後半からちゃんとです。小本さんはまた思いっきりヘドバンしながらギター弾いてくれてました。それで1サビスタートです。サビに入る時の小本さんのコーラスはオプニオアイズだったと思いますので、1サビだと思いました。それでサビ終わりでアウトロになって、サイちゃんのシャラップは会場も一緒に叫んでましたね。やっぱり最後はあーちゃんのめちゃくちゃかっこいいドラムフィルで締めでした。続けては HGK です。ミンチョのめちゃくちゃかっこいいリフのイントロから始まって1メロに入ります。サビ前の小本さんのおーおーのコーラスがいい感じでした。それで HGK のサビは私的には大好きなサビです。歌詞とメロディーがバッチリ合っているというか、英語の歌詞の響きが大好きなんですよね。サビ終わりで次のブラックホールの最初のサイちゃんの英語での語りみたいなところからスタートです。トーヤモアとは別の感覚の狂気を感じる曲というか、ガールズバンドの曲とは思えないめちゃくちゃ男前の曲だと感じています。イントロからサビに入る感じで、会場は手を振り回しながら盛り上がります。サビ終わりであーちゃんのめちゃくちゃかっこいいドラムでの締めがあって、ワーニングの冒頭のメロディーが流れてきてイントロになります。イントロで爆発したようにちゃんとになります。イントロ終わりで You Can Control Me のギターソロ前のフレーズからスタートです。ここでもサイちゃんは手拍子を思いっきり煽ってきますので、会場からの手拍子も大きくなってました。それでミンチョのギターソロになりますが、途中に入るサイちゃんと小和田さんのあーあーっていうコーラスに会場も一緒に歌ってたのがなかなか味わい深かったです。ソロ終わりで C メロに入って、小本さんの何て言ってるか分かっていないのですが、かっこいいシャウトっぽい掛け声からラッサビに入ります。このワーニングのラッサビは、小本さんのコーラスも、あーちゃんのドラムも、ミサさんのベースも、ミンチョのリフも、当然サイちゃんのボーカルも激しくて本当に大好きですね。サビ終わりでアウトロなしで、次のホワイホワイホワイの冒頭の小本さんのシャウトが会場に響き渡ります。シャウトに続けての味わい深いイントロです。このイントロも大好きなんですよね。それで小本さんの鳩みたいなクルルルってやつを見て聞いて、さえちゃんの Maybe You Right のところからスタートです。
それで Tell me why のところに入ってコール&レスポンスして曲終わりになります。ここで次のインフルエンサーにつなげる手拍子です。さえちゃんが真ん中のお立ち台でみんなクラップできるのかなとか言いながら手拍子を煽るのですが、ここはバンドメイドには珍しい一泊空けての手拍子なので、タイミングが合ってないご主人様お嬢様もいて、さえちゃんにバラバラ合わせろとか言われて笑いが起きてました。それでもだんだん会場は慣れてきて手拍子が合ってきて、さえちゃんも笑顔になって、さえちゃんの Everybody Look からミサさんのベースソロに入ります。このインフルエンサーは私的トップ10に入れた曲で、特にこのベースソロからギターソロ、その後の展開が好きなところなので、このメドレーでの構成は嬉しいです。それでソロ終わりでよちメロになって、あーちゃんのかっこいいドラムフィルからさえちゃんのサレンダーラブから、それに続く小鳩さんのシャウトになるところは最高です。それで最後のサビは私的には腕を回しながら楽しんだりして、さえちゃんのボーカルとあーちゃんのフロアタムのフレーズを堪能して、最後のじゃんじゃんじゃんはもう慣れてきたのか、会場はそれに合わせて腕を振り上げる感じになってました。次はグローリーです。イントロでジャンプしながらちゃんとになりますが、やっぱり小畑さんは高い靴でジャンプしながら演奏してました。なのでこっちも思いっきりジャンプするしかありません。それでサビスタートです。なのでジャンプは継続です。このグローリーのサビのコール&レスポンスって楽しいんですよね。さえちゃんも思いっきり煽ってきますしね。サビ終わりでアウトロになりますが、ここもジャンプするので結局ずっとジャンプしている感じになります。ジャンプしながらちゃんとして曲終わりになります。それでメドレー最後のショーゼムに入るわけですが、札幌での予告通り小畑さんのスクリームで始まりました。本当にやってくれました。最高です。会場からは大歓声が上がります。それでおー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 のシンガロングが始まりますが、さえちゃんが雄たけびを上げながら強烈に煽ってきますので、全力でシンガロングします。それでサビスタートですが、今回も小畑さんが上のメインパートを歌って、さえちゃんが下のパートを歌います。これも予告通りです。歌っちゃいなよっていうのに答えて感じですね。こんなのを見て聴けるのもお給仕の醍醐味です。お給仕でショーゼムやるときってバックに映像を流さないといけないと思っていたのですが、この小畑さんをボーカルに加えるパターンならいつでもできますよね。今後も楽しみです。それでソロパートに入って、リサさん、ミンチョ、あーちゃんのそれぞれのソロを堪能します。それで前回のレポートでラッサビと言ってしまってましたが、そうではなくてソロパートが終わったらそのままアウトロでした。すみません。で、アウトロのおー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 のシンガロングになりますが、やっぱりさえちゃんは声出せやーとかの雄たけびを上げながらめちゃくちゃ煽ってきますので、会場は全力で声を出します。最後はミサさんのかっこいいベースの締めで曲終わりです。さえちゃんの最高の叫びからかき鳴らしになってメドレー終了です。フロアからも最高とかの大歓声が上がります。ここで2回目の MC となります。なかなかに面白くて長い MC でした。ミンチョはすぐにステージからはけてまして、今から考えると治療だったんですね。よく我慢してメドレーやりきったと思います。それでさえちゃんのありがとう熊本盛り上がってるかーの叫びに大歓声で答えてスタートします。小畑さんもなんかはしゃいだ感じで盛り上がってるっぽーみたいに叫んでました。それで言葉を遮られた感じになったさえちゃんから地元だからとか言われて、小畑さんはごめんぽごめんぽみたいに謝ってましたね。で、さえちゃんが何言おうとしてたのか忘れたみたいになって会場から笑いが起きます。で、思い出したのかさえちゃんのみんな声が出てきていい感じじゃないのに大歓声が上がります。でも小畑さんが笑っちゃったっぽバラバラとか言ってたっぽってさえちゃんに振ったら、さえちゃんもクラップに入ってるのにみんな聞こえてないのかなとか思って合わせろ合わせろってなったんだよみたいに言って会場から笑いが起きます。でもさえちゃんは皆さん素早く対応してくださってありがとうございますとか、初めてだと難しいよねみたいなことを言ってました。確かこの時に小畑さんが誰に向かってか分かりませんがハートマークしてましたね。で、さえちゃんが私のこと見ていただけると分かると思うんですけど、クソ暑いですみたいに言ってまた笑いが起きてました。後ろを見るとミサさんがビールを思いっきり飲んでましたね。さえちゃんは続けてありえないくらい汗が出るとか言いながら、この辺で拭いちゃうって言って衣装の肩のあたりで手の汗を拭いてフロアから笑いが起きます。小畑さんも汗が飛んだらごめんぽーとか言ってましたが、ごめんどころかもし飛んできたらそんなに嬉しいことはないですよね。小畑さんも続けて、さえちゃんの汗はご褒美ですからぽーみたいに言った時に会場からふーって声が上がって、さえちゃんからみんなふーはおかしいんじゃないってツッコミが入ります。で、この独特な雰囲気を心配してか小畑さんが
今日初めてご帰宅されたご主人様、お嬢様って聞いてきて、フロアはかなり手が上がったみたいで、結構いるっぽー、ありがとうございますっぽーみたいになります。さえちゃんも、さすが小畑さんの地元ですね、みたいに言ってましたね。で、この時にさえちゃんはなんか、ビクってして、小畑さんに自分の汗にびっくりしたっぽーみたいに指摘されて、さえちゃんも、あまりにびしょびしょでびっくりしたみたいに言ってましたね。で、ミサさんが黒いとか言ったみたいで、さえちゃんが髪を染めたてだから汗が黒いみたいに思ったらしいです。確かにインスタで出てましたね。で、さえちゃんも衣装が少し青っぽくなってるかも、ごめんなさいねとか言って、小畑さんにどこに向かってごめんなさいって言ってるのかわからないっぽーみたいに突っ込まれます。さえちゃんは上の方に言っとけば伝わるかなと思ってとか言ってましたので、衣装が汚れたことをスタッフに謝ったみたいです。っていうか、インスタで見たら漆黒と思ったのですが、青だったんですね。で、多分天の声が入ったんだと思いますが、小畑さんが話題を進めて、すごいセットリストですっぽねみたいに言ってフロアから大歓声が上がります。メモに覚えてろよって書いてたのですが、どういういきさつだったか思い出せませんでした。口調からはさえちゃんが言ったと思われます。で、メドレーの話になって、ファーストラウンドでもやって、セカンドラウンドでは違うメドレーをやってるということを小畑さんが説明してくれます。さえちゃんも2月の番外編でやったやつをファーストラウンドでやったんだけど、セカンドラウンドは一緒なわけないよねみたいに言って、小畑さんが聞いてはいたもののこんなに激しいとは思わなかったみたいに受けてました。私的にも聞いてはいたものの、本当に作ってくるとは思ってませんでした。さえちゃんはなぜか小畑さんの聞いてはいたもののに受けてましたね。いじられた小畑さんはセットリストの中身ってさえちゃんに言うのですが、さえちゃんは分かったみたいに言いながら、じゃあ喋りなと逆に小畑さんに振ってきます。で、小畑さんが説明する形になるのですが、ぎこちない感じで新旧織り交ぜてとか言い出すのですが、辛いみたいになってやっぱりさえちゃんにお願いする形になります。で、さえちゃんが第2弾っぽくしたり、最後のショーゼムを小畑の地元だもん全部歌ってもらったみたいに言ってフロアから歓声と笑いが起きます。小畑さんはタオルで汗を拭くようなポーズをして、なんかめちゃくちゃ可愛かったですね。それで小畑さんがリハーサルの時にさえちゃんから、小畑が今日はショーゼム全部歌ってねって言われて、本当に今日小畑がメイン歌うっぽーってなったっぽーみたいに説明してくれるのですが、さえちゃんから、君にはそう聞こえたかもしれないけど、リハの時に奥下しか歌わなかったら、あ、そういうことですかっぽーみたいになったんだよみたいに訂正されます。でもそれだけで伝わるのがすごいみたいな話もあって、フロアから拍手と歓声が起きてました。それでさえちゃんが8月22日で12周年になるということで、あうんの呼吸でショーゼムが生まれましたみたいに言って笑いと歓声が起きてました。それで小畑さんがいっぱい叫んだっぽーって言って、さえちゃんがそれを受けて、みんなが小畑が叫んでるのが見たいって言ってた気がするからねみたいに言ってました。そのみんなに私も入ってます。で、小畑さんが前回のお給仕の MC で言っていたショーゼムの頭のスクリームを誰が歌うか問題を話しててみたいに説明してくれるのですが、さえちゃんに別に問題じゃないんじゃない、言われた人は問題かもしれないけどみたいに突っ込まれてました。で、続けて小畑さんが回していこうということになって、熊本は小畑がやるみたいになって、本当にやることになったっぽみたいに説明してくれます。 MC で言うと大体本当になりますからね。で、小畑さんが明日誰なんだろうっぽねみたいに言って後ろを向くと、あーちゃんとミサさんが練習する感じでファーとか歌い出しますが、さえちゃんにもうだよゴルフじゃないんだからとか突っ込まれます。いつもの漫才的なノリになってます。で、小畑さんがお楽しみにっぽねって締めてました。で、グッズの話になります。小畑さんがグッズって言ったのをさえちゃんはまた聞き間違えてグッズとかなってましたが、この聞き間違いコントも定番になってきましたね。で、グッズの紹介ということで、さえちゃんがツアーのグッズがたくさんありますみたいに思いっきり雑に紹介してくれます。それでツアー T もあるし、その他もろもろもあるみたいにさらに適当な感じになってました。それで続けてさえちゃんが過去に出してたやつとかで、なんであれまだ売ってくれないんですかみたいにうるさい人がいるんでみたいに言ってフロアから笑いが起きます。で、小畑さんからもうちょっとオブラートに進む感じでご希望があってみたいに言った方が一歩みたいに諭されて、さえちゃんはそれそれみたいな感じでご希望がありましてラインナップに入れましたどうなのって言い直して会場は爆笑です。で、さえちゃんは満足したのか小畑さんにじゃあご当地どうぞって振ってきます。まあ確かに小畑さんが説明すべきご当地 BB シャツです。で、小畑さんがご当地 BB シャツはご当地で色を変えてきてますがって言った時にさえちゃんがへーって受けたのを小畑さんがまた受けてはいみたいな感じで
へーって言ったのを私は聞き逃しませんでした。で、今回の色はみたいになった時に、なぜかさえちゃんが、火の国とか言ってきます。久保田さんは、それもいいかもしれないぽーみたいになってましたが、さえちゃんが続けて、久保田のライバルみたいになってるあれじゃないみたいに正解を言ってきます。で、久保田さんも、熊本ということで仕方ないぽ、実家帰ったんだけど、どこにでもいるし、浴室にもいるし、キッチンにもいるし、冷蔵庫開けてもいるし、みたいに言って会場は笑いに包まれます。それでさえちゃんとあーちゃんが昔のお給仕で披露したくまモンダンスを歌いながら踊り出します。これは貴重です。それを見ていた小鳩さんが、小鳩は絶対踊らないぽーとか言うのですが、さえちゃんから変になるからでしょうとか言われてしまいます。小鳩さんは踊りが下手だからとかじゃないぽーみたいに否定するのですが、さえちゃんは乗って、モンモンモンのところが変になるからでしょみたいに続けます。で、小鳩さんが両手を輪のようにして前に出して上下に揺らすくまモンダンスをするのですが、確かに変でした。さえちゃんもやっぱり変だよ、バランスが合ってない、モーニング娘。みたいになってるみたいに突っ込みます。確かにモーニング娘。の恋愛レボリューション21のウォーウォーみたいな感じでした。で、小鳩さんが何度か踊るのですが、やっぱりダメでしたね。会場は笑いに包まれます。あーちゃんに、それでギターボーカルできるのすごいねとか言われてましたね。さえちゃんからも、もっと難しいことやってるのにこれができないのかとか言われてました。で、今更な感じで小鳩さんが、ということでご当地 BB シャツの色は小鳩のライバルくまモンでしたぽーって紹介して会場から笑いと歓声が起きます。確かこの時に後ろでミサさんが足だけで滑るような横歩きをするやつをやっていて、それがめちゃくちゃうまくて、さえちゃんも一緒にやろうとするのですが、さえちゃんは全然できてなかったのが可愛かったです。まあ素足とハイヒールなので仕方ないかもです。で、小鳩さんも後ろが気になって仕方ないっぽねーみたいになってましたが、ご当地 BB シャツもたくさん着てくださいっぽねーで締めてました。それで小鳩さんがくじの話をするのですが、相変わらず後ろで遊んでるので、小鳩さんが初めての方はびっくりされると思いますが、これがバンドメイドの通常営業ですぽーみたいに言ってフロアから笑いが起きます。この辺りでミンチョがステージに戻ってきてました。それで小鳩さんが遊んでる後ろに向かって、あとなんか言わないといけないことありますかぽーみたいに聞くのですが、ないと思いますみたいに言われて、小鳩さんはやれやれみたいなポーズしてました。で、小鳩さんは個別に聞く戦略に切り替えて、あーちゃんに、あーちゃんはなんかないぽーって振ったら、あーちゃんがめちゃくちゃ笑顔で、馬刺し食べましたって言ってきて会場から歓声が起きます。するとさえちゃんも、馬刺し食べましたって言って、戻ってきたミンチョもミサさんも、馬刺し食べましたって言って会場は笑いに包まれます。小鳩さんも、馬刺し美味しかったぽねみたいに言って締めてました。で、ミンチョが、ごめんね、お待たせしましたって言ってきて、あのね、転んじゃったのって泣きそうな感じで言ってきて、会場は騒然とします。でも、手は無事だからって言ってくれて、少し安心させてくれました。会場から大丈夫って声が上がって、ミンチョは笑顔で大丈夫って言ってくれてました。でも甘えた感じで前髪が大丈夫じゃないとか言ってさえちゃんに前髪を直してもらいます。で、この時に会場からアンプの名前どうしたのって声が上がります。私は気づいてませんでしたが、確かにミンチョのアンプを見るとボグナーのロゴが金網になってます。小鳩さんが慌てて、ダメっぽ本人気づいてないんだからっぽみたいに言ってきます。どうもミンチョに自然に気づかせようとしていたのに、全然気づかなかった感じみたいです。ミンチョはめちゃくちゃ驚いて感激してました。どうもこの日のリハーサルからすでに変わっていたみたいで、ミンチョは全然気づいてなかったらしいです。ミンチョは、私本当にみんな髪切っても何も気づかないからみたいに言って会場から笑いが起きます。確かにミンチョって音楽以外に目がいかない感じですもんね。で、すごーいみたいに本当に感激してましたね。どうも大ちゃんの仕業らしく、小鳩さんが最初大ちゃんがさえちゃんにコソコソって言ったのを小鳩が聞いて、って言っちゃったのにかなみちゃんは気づかなかったっぽ。なので秘密にしてそのまま本番を迎えましたっぽって説明してくれて、会場からどよめきが起きてました。で、小鳩さんが、大ちゃんがすごいんですっぽ、いつも機材にいろいろしてくれるっぽ、今日からボグナーではなくカナミンですっぽみたいに言って、ミンチョが、大ちゃんありがとうってステージ横にいる大ちゃんに向かって叫んでました。で、なんとか落ち着いたので、小鳩さんが、このざわついた感じのまま行きますっぽみたいに言って、小鳩のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに突入します。それで小鳩さんが、
ここは小鳩の地元熊本っぽなので、どこの県よりも激しく火の国という名前に見合った最高の時間にしましょうっぽ。外では火の国祭りが行われてますが、それよりも大きな声出しましょうっぽみたいに盛り上げて、萌え萌えキュンキュンが始まります。まあ当然小鳩さんは、そんなもんじゃダメっぽ、外で踊ってる通りが地響きするくらい声出しましょうっぽみたいに言って、萌え萌えキュンキュンを続けます。で、熊本とか鶴屋とか火の国とか馬刺しとかやって、あと阿蘇山の後に阿蘇山カルデラって難しいのもやって、あと赤牛とか天草大王とかやります。この天草大王はそれっぽく聞こえた音だけメモって、後でネットで調べたら水炊き用の大型の鶏なんですね。初めて知りました。あと阿蘇の宝ってやって、なぜか燃え尽きたような感じになってフロアから笑いが漏れます。それで生声でバーンメーを何度か繰り返して、突然はーいはーいハイセンスって歌い出します。全然知らない曲でしたが、フロアからつるやって帰ります。後でネットで調べたら、熊本県民なら本当に誰もが知っていて口ずさめる鶴屋デパートの CM 曲でした。小鳩さんも満足そうで、フロアからなぜか拍手が起きてましたね。で、続けてバーンメイを繰り返して、いつものバーンでバーンメイでメイって返すやつをやって、小鳩さんがまたあなたと私の夢が広がる夢タウンって歌い出します。夢タウンというのだけメモれたので、これも後で熊本夢タウン歌で調べたら、ハロー夢タウンという曲みたいでした。小鳩さん難しすぎます。で、萌え萌えキューンで長い MC が終わって後半戦突入です。MC 明けの18曲目はブライテストスターの拡張イントロですね。小鳩さんがお立ち台に立ってギターを弾き始めますが、途中で弾いていない時があったように思います。もともとそうなのか弾き忘れたのかわかりませんが、ここトラブルを起きがちなので気になってしまいました。でもいつも通りフロアも盛り上がってちゃんとになります。それで通常のイントロに入ってさらにちゃんとの声が大きくなって、1メロで小鳩さんが歌い出します。鶴屋とか夢タウンの歌を歌っていた時の小鳩さんと違ってめちゃくちゃかっこいいです。可愛いのはどっちもでしたけどね。それでサビは手を振りながらジャンプしますが、長い MC で完全に体力は回復していますので、思いっきりジャンプできます。それで感想で思いっきりちゃんとして、2メロ冒頭のブレイクからミサさんの味わい深いベースを堪能して、B メロから2サビでまたジャンプです。その後の C メロはミサさんのベースもあーちゃんのドラムもミンチョのリフも小鳩さんのボーカルもめちゃくちゃいいんですよね。それでそこからギターソロになりますが、さすがにこの日はミンチョは定位置で弾いていたと思います。それで落ちサビで手拍子して転調するラスサビで最後のジャンプです。この流れは本当に大好きです。最後の小鳩さんのボーカルパートがあって締めです。フロアから大歓声が上がります。それでこれまでならゲットトゥーザトップになるところ、小鳩さんがお立ち台でスポットライトを浴びながら歌い始めます。なんと19曲目はさよなきどりです。アコースティックバージョンでない通常のさよなきどりは去年2024年10月の札幌ペニーレイン24以来です。これまでお給仕で出会えなくて待ちに待っていたお名士様が私が把握しているだけでも2人いましたので、喜んでいるだろう姿が思い浮かびました。結果的にこのセクションは小鳩さんの地元熊本ということで小鳩スペシャルでした。私的には初体験の小鳩スペシャルです。このさよなきどりも小鳩さんのボーカルはもちろんですが、ミサさんの激しいベースラインもミンチョの複雑なリフもあーちゃんのしびれる玉回しも何もかも素晴らしくて、私的にも大好きなんですよね。特にサビ前にめちゃくちゃ激しくなるところはもう思いっきり盛り上がります。で、サビも当然さらに盛り上がるわけですが、ミンチョのメロディアスなリフとミサさんのドライブバリバリのベースとあーちゃんのシンプルだけどバッチリサビに合っているドラムフレーズをものすごい笑顔で叩くところも最高です。それで感想に入ってイントロと同じまさにさよなきどりというかナイチンゲールというイメージにぴったりな感じのミンチョのリフは最高です。それでブレイクしてのニメロになって途中から演奏が入ってだんだん激しくなってリサビに突入する構成も秀逸だと思っています。リサビ終わりのブリッジのところで小鳩さんが英語で歌うところが味わい深い歌い方で私的に大好きなところです。で、小鳩さんのリズムギターソロです。フロアはちゃんとになってましたね。このラスサビに向かってビルドアップしていくような感じになっているのも秀逸な構成だと思います。それで落ちサビになりますが、このブレイクを入れながらのバックの演奏も素晴らしいです。それでいよいよクライマックスのラスサビになります。もうフロアの全員が小鳩さんを見守る感じになるのがいいんですよね。で、小鳩さんの高音マックスのところで大歓声となります。で、最後のミンチのめちゃくちゃ味わい深いギターソロみたいなアウトロから最後かっこよく上がっていって曲終わりとなるところも本当に最高です。
フロアからものすごい歓声が上がってました。大興奮のフロアにこれまで聞いたことのないイントロが演奏されます。グループの曲と思ったお名手様を見ましたが、なんと20曲目となるタイムの拡張イントロでした。小型曲を続けるだけでもレアなのに、さらに拡張イントロ作って入れてくるとはなんという奉仕の精神でしょうか。なんかめちゃくちゃ幻想的というか綺麗な感じのイントロでした。拡張イントロが終わって通常のタイムのイントロになりますが、このタイムのイントロのリフはこれぞ小型曲みたいに感じて私的に大好きなリフです。会場からは思い出したように一泊空けてのチャントで答えます。タイムは昨年2024年2月の ZEP 横浜以来ですね。このタイムは以前の動画で私的トップ10に入れた曲で、提供曲ではありますが本当に大好きな曲です。もう最高の気分で1メロを手拍子しながら楽しみます。それで B メロに入りますが、このミンチョの幻想的で可愛い感じのリフやミサさんの優しい感じのベースライン、全て小畑さんの可愛さを表現しているようでたまらなく好きなんですよね。それでサビになりますが、裏拍で入るアーチャーのシンバルとかドラムフィルがまたまた大好物です。で、また大好きな感想のメロディーになって、一泊空けてのチャントで思いっきり声出して、2メロでまた思いっきり手拍子です。本当にタイムは最高です。2サビに入って演奏はもちろんですが、やっぱりこの曲でさらに可愛さを増す小畑さんのボーカルに聞いて、サビ終わりからのミンチョの幻想的というか、私的には森の中に光が差しているような感覚になるギターソロを堪能します。それで押しサビに入って一泊空けての手拍子です。ここも大好きなところです。それでサビ後半からは演奏も入ってきて、かっこいいつなぎのメロディーが入ってラスサビです。もうこの構成盛り上がるしかない感じです。それで最後アウトロになってまた一泊空けてのチャントでこの美しいメロディーを楽しんで、最後綺麗に曲終わりになるところも堪能します。フロアから大歓声と拍手が湧き起こります。ここで小畑さんがギターを置いて真ん中のお立ち台に立ちます。となるとそうですよね。21曲目となるロッキンミーのイントロが流れてきます。このロッキンミーもめちゃくちゃ久しぶりです。一昨年2023年11月の横浜アリーナで小畑さんがフロアの通路を回りながらやってくれた時以来です。小畑さんが踊りながら煽ってきますので、イントロで会場は大声でのチャントで答えます。この小畑さんがギターを持たずに完全にフリーで歌う曲ってこのロッキンミーだけだと思いますので、小畑さんもめちゃくちゃ楽しそうです。それで1メロに入って小畑さんはステージを動き回りながら歌ってくれます。フロアは私ももちろんですが、絶対みんな笑顔で手拍子をしながら小畑さんのボーカルを楽しみます。目と耳が幸せな感じです。このミンチョのリフもミサさんのベースラインもあーちゃんの3連ドラムも最高に好きなんですよね。それでいよいよサビに入りますが、サビでの小畑さんの歌いながらの煽りに裏拍で入れるヘイヘイのシンガーロングとラー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 はめちゃくちゃ楽しいです。それでサビ終わりからの感想でちゃんとしながら、私的に大好きなあーちゃんのトリプルのドラムフィルを堪能して2メロに入りますが、ここもブレイクしてのあーちゃんの激しいトリプルのドラムフィルがたまりません。それで B メロになってちょっとヘドバンしたりして楽しんで2サビに入りますが、確か小畑さんがポーって叫んでたように思います。サビの停留版が高なるこの予感にっていう一連の歌い方がめちゃくちゃ大好きです。当然ヘイヘイとララララも楽しんで2サビ終わりになりますが、最後の踊らせてよロッキーのところを小畑さんは踊らせてよ熊本って叫んでました。それでミンチョのソロになってフロアはヘイヘイのチャントですね。それで落ちサビになって一拍明けの手拍子からあーちゃんの怒涛の3連というか6連のドラムフィルでバックの演奏が入ってきてヘイヘイのコール&レスポンスになりますが、ここ一番好きなところです。最後も踊らせてよ熊本の久保田さんの叫びで大歓声の中アウトロになって曲終わりとなるのですが、曲終わりと同時に久保田さんが思いっきりの笑顔で体を横に曲げながらありがとうくるっぽーって言ったのがもう可愛いというのを通り越して、もう何と表現したらいいのかわからないくらいの愛おしさでした。最後久保田さんはくるくる回っていたようにも思います。何なんでしょうね、この可愛い生物はって感じです。フロアからの歓声もものすごかったです。ここで小鳩スペシャルは終了となりますが、小鳩スペシャルってこんなに楽しいんですね。小鳩曲が全て非常に好きな完全私得で幸せなひとときでした。本当に最高でした。さえちゃんが久しぶりにステージに戻ってきます。フロアからさえちゃんおかえりって声が上がって笑いが起きてました。それで何が来るかと思っていたら22曲目となるチューズミーの拡張イントロでした。この拡張イントロでコードスペシャルで興奮しすぎたところが少し落ち着いた気がしました。めっちゃ心地よいメロディーですからね。
それでさえちゃんが歌い始めると同時に手拍子で答えられます。イントロで思いっきりちゃんとしますが、なんか旅行先から家に帰ってきたような感じになりました。チューズミーはもう体が勝手に反応しますので、さえちゃんの歌とバックの演奏に酔いしれながら無心で楽しめます。B メロの一拍掛けのちゃんともサビで手を振り上げるのも勝手に体が動く感じです。それで2メロになりますが、ミンチとミサさんがクロスしますが、あーちゃん前で小畑さんも集まってあーちゃんの変顔タイムです。あーちゃんは私のいる方向を向いて変顔してくれてました。それで2サビも無心で楽しんで、ミンチョのギターソロです。ミンチョは真ん中のお立ち台でギターソロを弾いてくれますが、この曲はミンチョは全部のお立ち台に立つんですよね。まあ今更ですが、フロアからはちゃんとの声が響いてます。それで C メロでの手拍子になりますが、この時のミサさんのベースはやっぱり痺れます。それでラスサビになって、ここのミンチのギターソロも最高です。ちゃんとにも力が入ります。それで最後サイちゃんの迷わずチューズミーで曲終わりです。サイちゃんからありがとうももらいました。ここで最後の MC になります。サイちゃんがありがとう熊本って叫んで大歓声が上がります。続けてサイちゃんがどうですか小鳩スペシャルってめちゃくちゃ笑顔で聞いてきますので、当然フロアは大歓声で答えます。小鳩さんがこんなの初めてですっぽーみたいに言って、さえちゃんがすごく良かったよみたいに言って、当然私もですがフロアからも良かったーとか最高の叫びが飛び交います。それで小鳩さんが4曲もやると思わなかったっぽ、バンドメイド史上初、横ありでもこんなにやってませんぽって言って、さえちゃんにそりゃそうだ何十曲やるつもりだとか突っ込まれます。この時にミンチョはドラムの椅子に座って、あーちゃんは上手の後ろに出てきてミサさんと並んでニコニコしてましたね。それで小鳩さんが言うには、ファーストラウンドの時からさえちゃんに小鳩スペシャルやるからって言われてたらしいです。で、小鳩さんが3曲くらいかなと思ってたら4曲でしたっぽーって言ってフロアから笑いが起きます。さえちゃんはだってあるんだもん、曲が増えたんだもんって言ってきて、また歓声と笑いが起きます。小鳩さんはありがとうっぽーって嬉しそうに言って、フロアから温かい拍手と歓声が起きてました。本当に最高でしたしね。でもさえちゃんはあと2曲入れてもよかったんだけどなとか言い出して、小鳩さんが小鳩飛んじゃうかもしれないっぽーとか、さえちゃんに劣らないよくわからないことを言ってました。で、さえちゃんが指を折りながらビューティー&ザ・ビーストでしょって言ってフロアから期待の歓声が上がって、でもう1曲という時にフロアからサマードライブって声が上がって、すかさずさえちゃんがサマードライブは私も歌ってるわって憤慨したように言って笑いが起こります。そうなんですよね。小鳩曲っぽいけどさえちゃんも歌ってますもんね。小鳩さんもさえちゃんが怒ったということで知らないっぽーとか煽ってきますが、さえちゃんは笑いながらサマードライブって知らないでしょ、私たちも覚えてないって言ってフロアは爆笑になります。でも上手のお立ち台に座ってくつろいでた小鳩さんがビューティー&ザ・ビーストもただの新曲みたいなもんぽーみたいに言ってフロアは笑いに包まれます。さえちゃんはなのでちょっとお時間くださいみたいに言ってましたので、もし本当にやってくれたら最高なんですけどね。でもさえちゃんが調子に乗ってビューティー&ザ・ビーストのイントロの演奏を歌い出したら、いつの間にかドラムのところに戻っていたあーちゃんが完璧なビューティー&ザ・ビーストのイントロのドラムフィルを叩き出します。会場からは大歓声が上がります。これは貴重なものを見て聞けました。で、小鳩さんがあーちゃんはできるっぽねとか言うのですが、さえちゃんはそれ頭はできるよ、細かいところがわかんないんだよって、まあそうだろうなということを言ってきて、また調子に乗った感じでなんでとか言ってきます。小鳩さんもついなんでって反応してしまうのですが、やめるっぽーみたいになってました。でもあーちゃんも乗ってきて、毛細血管熱くなるって言ってきて、さえちゃんもなんか適当なこと言って覚えてなくてごめんみたいに言ってフロアからまた笑いが起きてました。で、小鳩さんが冷静な感じでそんなコントは置いておいてみたいに言ったら、あーちゃんがコントじゃないってみたいに抵抗するのですが、小鳩さんはコントだっぽって譲りません。小鳩さんが言うには、よくバンドメイドの MC 中のコントが面白いって言われるっぽということでした。私もレポートで漫才とかコントって言ってしまってますね。すみません。で、小鳩さんがこれのことだっぽって言って、さえちゃんがそれなら私たちずっとそうだよ、楽屋でもこれだしみたいに言ってきて、フロアはまた大笑いです。まあそうなんでしょうね。で、やっと次の話題になって桃源暗記の話になりますが、小畑さんとさえちゃんが同時に喋るような感じで、またコントみたいになって笑いが起きます。で、第4話が昨日放送されたということと、エンディング主題歌をやらせてもらってるという話をしてくれます。で、小畑さんが毎回見るたびにバンドメイドの曲かっこいいっぽねって思うっぽみたいに言って、さえちゃんも笑いながらわかるーって受けてましたね。で、小畑さんがアニメの終わる感じからの流れがかっこいいっぽみたいに言ってましたが、確かにそうですよね。さえちゃんも自分たちのことは自分たちで評価していくからねみたいなこと言ってました。
で、小鳩さんがご帰宅してくれてるということは私たちの評価に乗ってくれてるということっぽねとか言ってる後ろで、なぜかさえちゃんとあーちゃんがギャルピースしたり、ミサさんが懐かしいダッチューのみたいなポーズしたりしてましたね。小鳩さんも大体小鳩が話してるときは聞いてないっぽねって呆れてましたが、これぞバンドメイドのコント、MC ですよね。で、なんとか小鳩さんは EP の制作もしてますみたいに話を戻そうとするのですが、今度はあーちゃんとミサさんが完璧なダッチューのポーズをしだします。で、EP の話をしているということで、なんとかさえちゃんが復帰して、今はデザインの話をしてます。なので、もうちょっとなんじゃないのみたいに言ってフロアからおーって期待の声が上がります。小鳩さんもタイトルも決まってたりするっぽーって言ってきて、さらにおーの声が大きくなります。で、小鳩さんが EP とは言わせないほどっぽーみたいなことを言って、さえちゃんもアルバムと言ってもいいくらい、でも EP だみたいに言って笑いと歓声が起きてました。小鳩さんがアンリッシュくらいからおかしくなっちゃったぽねーとか言ってましたが、確かにそうですよね。こっちは嬉しいですけど、さえちゃんもみんなにいっぱい聞いてほしいんだもんって嬉し可愛いことを言ってました。でもさえちゃんは続けて、ライブで聞く良さも合うと思うけど、発売されて版買う人いるかどうかわからないけどさみたいに言い出して、小鳩さんからなんで急にそんな感じになるっぽーみたいに突っ込まれて、版にこだわってるからみたいになってました。あとさえちゃんが続けて、デザインにもこだわってるとか、次どの曲が来るんだとかも楽しいだろうみたいに言ってきて、フロアから同意の歓声が起きます。で、最後小鳩さんが楽しみにしていてください一方でこの話題を締めてました。それでそろそろミサの時間ということで、ミサさんが真ん中のお立ち台に立ちます。さえちゃんと小鳩さんもそのお立ち台に立ってミサさんを挟む感じになって、さえちゃんが開封の儀と乾杯の温度のことを口真似対決も含めて説明してくれます。当然さえちゃんが説明しますので、ミサさんが全敗したことと、最後さえちゃんが勝ってドヤ顔したこととかも説明してくれて、セカンドラウンドでは自分の成長を見せていくと方向転換したところまで言ってくれてました。でもさえちゃんがそれって逃げだよねみたいに心ないことを言ってくるので、ミサさんは違うみたいに否定してましたね。で、まずは実際の開封をやるということで、ミサさんがプルトップを開けます。今回も綺麗に音が鳴りました。で、いよいよ口真似ということで、フロアも一緒になって3、2、1のカウントダウンをして、ミサさんがクシュって口真似するのですが、これがかなり良くてフロアから大歓声が上がります。ミサさんも初めて自分で納得できたってめちゃくちゃ嬉しそうに笑ってます。ミサさんの幸せそうな顔が見れて、こっちも幸せな感じになりました。でも小鳩さんからいつも乾杯を忘れてるポーって注意されて、ミサさんが満足そうな顔で、皆さんいつもありがとうございます、初めての方もありがとうございますってミサさんらしいめちゃくちゃ丁寧な挨拶をして、口真似が納得いく出来だったので幸せですみたいに言って、フロアから笑い声が上がります。で、満面の笑みで乾杯って言って会場も乾杯って返して、無事開封の儀が終わりました。小鳩さんもこんなに満足したミサちゃん初めてだっぽーって感激してましたね。さえちゃんもすんごいよかったみたいに言って、満足そうな顔で美味しそうにビールを飲んでるミサさんを見て、本当に美味しそうに飲むなーって自分も飲みたそうに言ってました。で、さらにさえちゃんがミサちゃんが明るい顔でよかったとか、フロアの方に向かって皆さんも満足した顔してるよみたいに言ってきて笑いが起きて、そのままフロアに向かってのラストスパートいけますか熊本に歓声が上がるのですが、そんなもんみたいに煽ってきて、小鳩さんも舐められてるっぽよみたいに言って、さすが小鳩さんの地元熊本ということで、小鳩さんが熊本行けるかっぽーって叫んできます。このレアな展開にフロアは大声で歓声を返します。さえちゃんもかかってこいやーの叫びを上げてラストスパートに突入します。ラストスパート初っ端を飾る23曲目は What is Justice です。イントロでミンチョのリフが炸裂します。フロアも慣れてきてちゃんとでイントロを盛り上げます。1メロに入ってあーちゃんのタウンフレーズを堪能しながら一瞬静かに曲に聴き入る感じになります。でも B メロからはもう手を挙げながら盛り上がって、小鳩さんのメイズの叫びの時は拳を突き上げる感じで楽しんで、サビ前ブレイクのミンチのかっこいいリフからサビです。さえちゃんのハイトーンのボーカルに負けないように思いっきり手を振り上げて盛り上がります。それでサビ終わりのさえちゃんのドーンチューから感想になりますが、ここはちゃんともしますがヘドバンする感じになってしまいました。それで2メロに入って少し変化したリズムとメロディーも楽しんで、 B メロのところの小鳩さんのゴートに合わせて手を振り上げます。
それで超絶かっこいいサイちゃんの白黒割り切れから2サビに入ってめちゃくちゃ手を振り回しながら盛り上がります。しかしこの激しい曲をよくこんな短期間で仕上げてくるなと感心する完成度です。もうめちゃくちゃ楽しいです。サビ終わりで落ちメロになりますが、ラジオで小本さんがここの歌詞はサイちゃんが書きそうな歌詞を書いたと言ってましたが、確かにって感じです。夢夢とか毒毒とかめっちゃサイちゃんが言葉遊びで選びそうですもんね。しかもここの落ちメロも超絶かっこいい歌い方で大好きなところです。それでサイちゃんのロングトーンに乗せてミンチョのギターソロに綺麗に繋がります。このソロへの入り方は完璧です。ミンチョのギターソロもめちゃくちゃ難しいのに楽々弾いている感じがすごいです。で、またまた超絶かっこいいリフからラスサビに入ります。もうフロアは興奮マックスな感じになりますが、サビ最後のサイちゃんのシャウトになるところのアーチャーのドラムフィルはやっぱり強烈で痺れます。それでミンチョとミサさんのクロマティックな感じで加工していく、これまた超絶かっこいいフレーズから、またミンチョの超絶かっこいいリフのアウトロです。本当に超絶かっこいいがインフレを起こしている曲だと思います。会場はちゃんとで思いっきり盛り上がって曲終わりで大歓声です。本当に最強の曲がまた加わってしまいました。大興奮の中続く24曲目はノーゴートでした。イントロでサイちゃんが雄たけびを上げながら思いっきり煽ってきます。今度はこっちの体力を見せる時ということで思いっきりジャンプしながらちゃんとします。それで1メロに入ってルールルーも全力で叫びます。それでだいぶうまくできるようになってきた 1,2,3,4 How We Long でサビに入って全力ジャンプしながらコール&レスポンスです。確実にお給仕の連戦で体力がついてきてるので、間奏でのジャンプしながらのちゃんともまだまだいける感じです。それで2メロに入って珍しいことが起こりました。サイちゃんが A メロ最後のところの歌詞を飛ばしてしまったのか、タイミングが合わなかったのか、混乱中が小本さんのコーラスだけになってました。小本さんも驚いた感じでサイちゃんと見つめ合ってましたが、いやいやこんなのもお給仕でのご褒美です。でも確かに2メロの構成はちょっと変わった感じになってますよね。でもリズムに乗り込みのところからは何事もなく復帰して2サビでまた思いっきりジャンプです。サビ終わりでミンチョのギターソロからゲッダウンでミサさんのベースソロです。この流れかっこいいんですよね。それで落ちメロになって手を掲げながら曲に聴いて少し休める時間です。で、あーちゃんの気持ちいいトリプルのドラムフィルからラスサビに入って冒頭は思いっきりヘドバンしてすぐジャンプに切り替えます。で、アウトロでサイちゃんに煽られながら思いっきりジャンプしてちゃんとして曲終わりです。サイちゃんのありがとうをもらいました。25曲目は玉屋ですね。冒頭のサイちゃんと小畑さんのコーラスでクラウチングスタートで準備する感じになってイントロで思いっきりジャンプしながらちゃんとです。サイちゃんもめちゃくちゃ煽ってきます。それで A メロに入って踊りながらピッカーンの時とドッカーンの時に手を上げて踊りまくります。本当に気持ちいいメロディーです。それでサビに入ってまた思いっきりジャンプです。とりゃんせー踊りゃんせーの歌詞がさらに気持ちよくさせてくれます。サビ最後の今宵は恋恋さもサイちゃんしか書けないような歌詞でこの楽しい曲にぴったりです。それで感想になってジャンプしながらちゃんとですが踊りゃなそんだに促されて踊り続けます。2メロに入るとリズムとメロディーが変化して小本さんの掛け合いコーラスを堪能して大好きなロマンティックは止まらないを聞いてサビ前のサイちゃんのさらけ出すの系の歌い方にゾクゾクして2サビでジャンプという踊りを踊ります。しんどいですが楽しいです。サビ終わりで C メロになりますがこのアーチャーのドラムも大好きなところです。それでここからソロバトルになります。ミンチョのギターソロからミサさんのベースソロになりますがバトルというよりアンサンブルって感じで綺麗にメロディーが繋がっているように感じます。で、あーちゃんの聞き迫るような激しいドラムソロから小本さんのリズムギターソロになってサイちゃんのつかねえことなどにかぶせる小本さんのおさらばえのシャウトもたまりません。で、ラッサビに入って最後のジャンプという踊りを楽しんでアウトロに入ってそのままジャンプしながらちゃんとで思いっきり声を出して曲終わりです。息切れしながら歓声を上げる中サイちゃんのありがとう熊本次がラスト大好きだの叫びが上がります。ラストとなる26曲目はレディートゥーロックですね。上手のお立ち台でミンチョがイントロの強力なリフを聴き始めて大歓声が上がってあーちゃんのブラストビートが加わります。もう最後ということもあってフロアからものすごい歓声になります。ここは全員前に出てきての演奏と歌になりますのでフロアはさらに盛り上がります。で、お立ち台でサイちゃんが歌い始めて最初のところだけは静かに聴き入る感じになるんですが A メロに入るともう我慢できなくなって手を挙げながら踊りながら盛り上がります。それであーちゃんの気持ちいいドラムフィルからロックな交わりのところに入るところはなんか上昇しているような感じになっておー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 のシンガロングもスムーズに歌えます。
それでサビ前のメロのところは、あーちゃんとミサさんの独特なリズムに乗せて踊って、小畑さんの好きじゃないならほらたぎれないを堪能して、サイちゃんのシャウトからサビに入ります。この流れも最高です。で、今回もMV のダンス風に踊りながら盛り上がって、おのシンガロングもしますが、楽しすぎます。サイちゃんのシャウトも堪能して、感想に入って全力のチャントで一緒に盛り上がります。それで2ミャルに入って、何度だってのところの、じゃん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 っていうリフはそれに合わせて手を振り上げて堪能します。それに続くミンチョの3連で下がっていくギターフレーズと、あーちゃんのドラムフィルも楽しんで、おのシンガロングして、小畑さんのやめられないしやるしかないなぁと続くサイちゃんのシャウトをバッチリ目の前で堪能して2サビです。また思いっきりダンスしながら楽しみますが、最近はサイちゃんはほぼ目のところに指で輪っかを作って首を振るダンスをしてくれるので、今回はメモってませんでしたが多分やってくれたんだろうと思います。それでサビのシンガロングも思いっきり歌って、サビ終わりで小畑さんのミニソロに続けてミンチョのギターソロになります。思いっきりちゃんとしながら盛り上がります。ソロ終わりからの短い落ちメロは手拍子で盛り上がって、サイちゃんのシャウトでラスサビに入ります。ここはやっぱりあーちゃんのバスドラどこどこが最高です。もう最後なのでダンスもシンガロングも出し惜しみなしです。最後のメロはミサさんのものすごいドライブのベースを聴きながらヘドバンです。最後体力を出し切ってサイちゃんの湧き上がるよ希望を聴いて曲終わりです。最後の書き鳴らしで大歓声が上がる中、サイちゃんのありがとう熊本最高だったまた会おうありがとうバンドメイドでしたの叫びが上がって、書き鳴らしが続く中、フロアは大歓声と拍手で満たされます。書き鳴らしが終わって小畑さんのそれではいってらっしゃいませご主人様お嬢様バンドメイドでしたっぽバイバイ大好きっぽで、小畑さんの地元熊本 B9V1 でのお給仕は幕を閉じました。さすがに2連続でのピックゲットはならずでしたが、ものすごい満足感に包まれてものすごく心地よい疲労感でした。最後は怪我をしたミンチョをあーちゃんが背負ってステージに挨拶したりしてました。さすがあーちゃんは力持ちで優しいです。ミンチョの怪我が心配でしたが、お給仕後にミンチョがポストで病院に行ったと報告してくれてましたので少し安心しました。いや、小畑さんの地元熊本でのお給仕、小畑スペシャルは本当に最高の最高で、さらに最高を更新してくれます。何なんですかこのバンドはっていう感じです。もともと全ての小畑曲が異常に好きな私にとって、本当にものすごいご褒美をもらえたようなお給仕でしたし、こんなに小さな箱でそれを見て聴けたことに感動しましたし、ここに来れたという幸運にも感謝です。本当に素晴らしいメイドさんたちです。あと余談ですが、お給仕後の打ち上げに参加させていただいたのですが、鍋屋たまりという居酒屋さんで、小畑さんが昔アルバイトをしていたところということで、小畑さんとサイちゃんのサインもありました。聖地巡礼もできた感じで、熊本小畑スペシャルをさらに堪能できました。打ち上げでお腹はいっぱいでしたが、仲良くさせていただいているお名刺様から、熊本で絶対食べるべきということで、食べに行った締めのカレーもオーダーストップしているのに特別に作っていただいて、実際最高に美味しかったので、何もかも満足できた熊本お給仕でした。恒例のサイちゃんのポストは、今回はお給仕後すぐにアップされましたが、熊本ありがとう小畑スペシャルどうでした満足していただけたかしらまだ未定の次回も楽しみですね。何仕込もうかしらハッシュタグバンドメイドで感想待ってますよ。小畑さんお疲れ様でした。皆様もお疲れさんまた会おうでしたね。本当に小畑スペシャル最高でした。さいちゃんの仕込みはいつも驚きで、こちらを楽しく嬉しく熱くしてくれます。本当にお疲れ様でした。ちなみに小畑スペシャルということで、小畑さんのポストも見てみると、熊本ありがとうございましたっぽ。小畑スペシャルはいかがでしたでしょうかっぽ。やっぱり地元熊本は暖かくて最高に楽しいっぽね。感想をハッシュタグバンドメイドでたくさんお待ちしておりますっぽ。あ、おまじないタイムの曲分かった人はいたのでしょうかっぽ。明日は福岡よろしくっぽでしたね。ミンチョの怪我は心配ですが、トラブルや驚きも含めていろんな意味で小畑スペシャル最高でした。おまじないタイムの曲は分かりませんでしたのでネットで調べました。私の次回帰宅は翌日の福岡ドラムロゴスです。ここも私的には初のライブハウスですし、ショーゼムのスクリームをひょっとしてあの方がやってくれるのかとか、やっぱりワクワクは止まりません。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。